い、皆さん、こんにちは。漫画家の下本慎でおやす。すです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、はい。アイビスペイントでお絵描きチャレンジやっていきたいと思います。お絵描きチャレンジ。で、どんなお絵描きチャレンジかというと、はい、エス君が考えてきてくれたんだけど、下本先生が説明してくれるんだもん。いや、で、エス君説明だから私がやります。俺説明下手だからね。プロ絵師だったら、はい、1分ごとに使うブラシ変えても、すごいイラスト描けるでしょう企画これね、めっちゃ気になってたんよ、俺。ね。いや、アイビスペイントってさ、クリップスタジオ見てるとさ、ペンの種類が半端ねえじゃん。すごい。今ここにもね、こうざっと見ただけでもね、まあこんな感じだけね。すげえあるやん。後半のでもペンとか、私正直、多分一回私使ったこと多分ない。使ったことないやん、俺。ない。それを、なんかもしね、上から書くわかんないけど、使うかわかんないけど、でも上から、こう順にね、こう、ポワーって使ってた時、一体、それで絵って描けるんかって俺は疑問に思ったわけよ。いや、先に言っとく、描けないよ。YouTube でお絵描き教えてる界隈で、一番ブラシの種類使わない先生だと思うよ。一番上のペンしか使ってないじゃん、いつも。私、いつもアイビスペイントで使うのって、このさ、G ペンハード。ほんとほぼこれしか使ってない、いつも。使ってないじゃん。もったいないなと思ったよ、俺はこの、せっかくアイビスペイントがね。こんないろんなペンがね、確かにあるのに。確かに、それは私もね、逆に知りたいね、いろんなペンがあることをね。じゃあまあ早速やっていきましょう。はい、わかりました。じゃあやっていきたいと思います。じゃあもう本当にこのブラシの一基本の中にある一番上のこの G ペンソフトからスタートしていくよ。はいはいはい。じゃあまず、じゃあ1分いきますよ。よーい、ピッ。はい。どんな絵描こうかな。まあでもまずはさ、楽ちんなペンだからね。まあいつも使ってるよ。今1分でしょ？私1分あればラフいけそうな気すっからな。じゃあもう次の1分でさ、もう G ペンハードいつも使ってるやつでさ。だからそこに早く G ペンハードに行って、ペン入れに行きたいよね。あと10秒。はいはい。結構1分っていけるじゃん。いけるね。これ全然ペン使わなくてもいけちゃうやつかな。可能性あるね。はい、終了です。はいはいはい。じゃあ次のペンいきます。はい。いきます。次のペンは G ペンハード？ G ペンハードです。用意、スタート。これ私がいつも使ってるペン、これ。もうこれでずっとやりたい、本当に。いやでもこっからだよね。オッケー、ラフいったな。ラフいったから、これを超薄くして、オッケーオッケー。次からもうペン入れに入れそうですね。次のペンでペン入れするって。まだ時間ある？まだある。じゃあ待って。もうペン入れ始めよう。まだいけるよ、全然。意外に1分ってあるな、これ。よしよしよし。今のうちに。はい、終了。目の途中だ。はい。はい、じゃあ次のペンいきます。G ペンにじみ。にじみ。何このペン初めて使う。何にじみって。いくよ。よーい、スタート。G ペンにじみ。ちょっとボコボコしてるな、ペンが。何そのハードよりも、ボコボコしてるってこと？でもこれが私がいつもクリップスタジオとかで使ってるペンに近いのかもしれない。これ。落書きとかで使ってるやつ？よりも、いや仕事で使ってるのに、ちょっとこうボコボコする感じで。全然いいっすわ、これぐらいならまだ。やっぱまだね、やっぱ上の方っていうのはやっぱみんなが使いそうなやつを入れてくれてるんや。そうね。やっぱおすすめのペンが上の方にあって、ありがたいありがたい。いいねいいね。こんな感じで駆け抜けたいな。もう、私、急ご今日。超作画急ご。下の方のなんかペンに行く前に終わらせよう。おい、それじゃあ、俺が楽しみだったらそのペン使ってもらえねえじゃねえかよ。いやもうだって、あなたって何をしていいかもわかんないよね。難しいけども、まだ現状、その超絶やばいペンには行ってない感じがする。なんか花柄だけのペンとかあるしね。そうだよね。ちょっとやりづれえなこれ。だいぶでも絵が違うわ。なんかさ、おもろい感じ。難しいな2、1。ここで終わりか。ここで終わりか。デジタルペン。デジタルペン。何デジタルペン？何もない。いきます。用意、スタート。カクカクのペンってことね。もう本当のカクカクの強弱のない感じのペンだ。なるほどね。でも案外さ、それは別にさっきのよりは書きやすいんじゃないの？なんか、何にも強弱つかないからね。細めの設定にしとけばわりかしいけるかもしれない。まあ大体ペン入れ終わったから、ちょっと今ペンを整えていったいおしまいにしよう。悪くないよ。なん
ちょっとさ、場所によってペンの細さが違くてさ、なんだこの消しゴムかけた線が残っちゃったみたいな感じになっちゃってるな。薄いとこと濃いとことね。そう。確かに。次のペンは、天才ペン。天才ペン。何天才のペンだと。もはや色塗っちゃったらわからんよ。色塗りに使ってるから、もうなんかそのペンとしてのわかんないよく。色塗りするときってさ、ペン変えてんのみんな。いや、変えてないでしょみんな。自分の使いたいペンがあって多分お気に入りのさ、そのペンで絶対普通はみんな塗ってると思うよ。G ペンハードに塗ってるの、下先生は。私はいつも G ペンハードで塗ってる。本当に。だから投げ縄塗りで G ペンハードみたいなので塗ってる。私なんだって一本のペンでいつも完結する人間だからね。多用しないんだ。そう、多用しない。っていうのもなんか使いこなせないからたくさんのツール。次のペンは紙質ペンだって。いきます。スタート。紙質ペン。めっちゃカサカサしてるやん。うわー、やだーちょっと太くしすぎたかな。うわー、やだなー、これ、私。これはちょっと、だから紙質なんだ。やっぱ消しゴムでちょっと補正かけて綺麗にここ、私の好きなアニメ塗り風にするには、ここで消していくしかねえや、この、大きく塗って。これかなり、あれだね、好み出そうなペンやね。いや、確かに紙質出てんね、すごく。めっちゃ紙質出てる。あ、でもなんか、いいね。アナログっぽい絵描けるから、ちょっとなんかこう、味出そうだね、すごく。絵にね。次のペン。柔らかかぶらペンもあるんだ。いきます。いいですね。何かぶらペンって。かぶらペンっていうのはね、また丸ペン、G ペンとは違う種類のかぶらペンっていう種類のペンがあるんだよね。で、かぶらペンっていうのはちょっとね、丸みが帯びたペン先で、なんか強弱がちょっと出やすいペンなんだよね。あ、いいね、かぶらペンいいこれ。私今後アイビスペイント使うとき、このかぶらペンでペン入れしようかな。やっぱさ、絵描いてる人ってさ、やたらペンに詳しいよね。てか、やっぱね、私アナログで漫画描いてたから昔。やっぱアナログで漫画描いてる時っていうのは G ペンを使うか丸ペンを使うかかぶらペンを使うかみたいな感じになってくるよ。あ、その3択なんだ。いや、あと他にもあるんだよ。なんだっけな。なんだ、何ペンだったっけな。なんかサジペンだとかスクールペンとかなんかそんな名前のもあるんだよね。そういうペン先変えてくんだよね、漫画家さんはみんな。自分の書く場所によって。超大変だね。そうなのよ。楽しい時間でもあったんだよね。どのペンにしようかな、みたいな。なるほどね。あ、終わった。あ、はいはい。いやもうさ、ほぼ完成に近くねえか。だいぶもう完成に近づいてはいる。ね。これは求めていた俺が使ってほしかったペンは一向に使われず終わるわけだな。早く書けすぎちゃってるかもしれない。早く書きすぎちゃってるよ。今一瞬見たらさ、鉛筆の種類300何本とかあったでしょ。鉛筆はペンブラシの種類。そんなにあんの？一回さ、ブラシのとこ押してみてよ。387ブラシ。こりゃね、上からやってっても使い切れないよ。確かに有名レスクレットにね、30秒ごとに交換とかじゃないとダメかもしれない。それかもうランダムよね。こうプワーってやってピッて止まったところとかね。そうね。そうしなかったら。それでまた今度後日撮るやな。そうだな。これはもうちょっと。第2回、上からじゃなくもう本当に。第2回、ランダムで決めて絵描くにしないと。そうだな。俺が求めていたへんてこなペン使わずに終わったじゃないかい。ここになんかさ、
さ、水彩っていうのがあるよ。気になってんよ、私もここら辺がちょっと使ってみたいなっていうさ。この辺の何にどう水彩をって私も思ってるけどさ、ちょっと待ってんよ、そこ来んのだから今。じゃあ待つのにあと5分くらいかかんじゃねえかよ。じゃあさ、最後さ、ちょっと気になるからこの水彩っていうの使ってみていい？しもせね、気になるペン使って終わるか。一回も私、これ以上書くことないよっていうぐらい完成してしまいました。で、現状今いけたのがどこまでかっていうと、上からずーっとやってって、何個ぐらい使った？結構使ったよ。ここの辺まで。今言ったのがここまで。これ、かすれマーカー2で終わりました。で、この後までそんだけあんだよね。水彩とかさ、なんかモコ水彩とか、ダッシュ、アクリルとか、油彩とか。だから私多分さ、ペンでするような方でペンですぐ終わった。だから最後に1個ぐらい私なんかさ、気になるペン使って終わっていい？いいよ。こんな本私いつも見たこともよくなくてさ。いや、俺はだから本当はその辺のペン使ってほしかったよ。モワレってやつ。はい。このなんか色がすごくなるやつね、これ。これ使ってみたいと思います。はい。こんな感じで。うわぁ！おしゃれやない？ちょっと。なんかちょっと色変わって。あ、多分濡れてないんだ、そこ。なるほどね。白で。なんかどういう色になるの？これどう使ったらどの色になるのかが全然わかんないけど面白いペンだね。色が変わる。力の入れ方によっても変わる。あ、強弱で変わんだ。おもろ。おー、すごい。面白いね。じゃあまあこんな感じで効果を残していこうかな。おー、面白い。あ、いいじゃない。はい、ということで、完成しましたー。じゃあ最後何個使ったのかちょっと私もわかんないんだけど。最後はちょっとモワレっていうのを使って終わってみました。じゃあ合計今ざっくり数えたところ多分62で最後のこれで63。あ、いや最後のこれで62。62も使ったと思うけど、すごいね。いや思ったよりさめちゃくちゃ絵になんなかったっていうさ。いやだからやっぱりさ上からやったから結構いいやつだったよね全部ね。なるほどね。じゃあ今後は次やるときはこのランダムな下の方とかのなんかその形のあるようなペンも組み入れたときどうなっちゃうのか。いやそうなったときやっぱそもそも絵になるのかって気になる。確かにね。でも結構これ面白いし新しいペンを知るきっかけにもなるからみんなもよかったらちょっと時間があるときに追いかけチャレンジやってみたらいいんじゃないかなと思いました。シーモント先生だからできてるってこともある。これね俺がやったら絶対無理なんだよ。まあそうだからすごいなんかいろんなやっぱ技術を多用してたなっていうのもあるし。そうね、まあやっぱすごかった修正かけながら頑張ってました。だって全部違うペンで書いてんだからさ。そう、ほんとそう。いや、私としてはね、みんな気づかないかもしれないけど、よく見たらこことかにいつも入れない鉛筆のハッチングみたいな線をね、入れたりしたの私にとっては新しい発見だったなと。いや、すごかったよ。思ってます。よろしかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画の島とシンと。バイバーイ。